動画の撮影をほとんどストップ。顔ギトギトなんで。で、何よりやっぱ監督さんの身体性を交えたトーク。皆さん、おはようございます。ばっちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回はゲットリリー動画ということで、朝からで、かつ、ちょっと寝起きで、撮影をさせていただいてるんですけども、はい。ちょっとこの後、何だっけな。そう、友人とバーベキューに行くことになってまして、今朝で言うと7時半なんですけども、ちょっとこの後1時間後ぐらいに出ないといけないので、寝起きからの準備、特に顔周りのスキンケアとかなんですけども、それをしながら、でかつ、ちょっと近況と、あと前回、別チャンネルの東京ネイバーズチャンネル様の方で、ライブの方でコラボ出演させていただきましたので、そのお礼と、感想、方々ですね、させていただければなと思います。ということで、ちょっと顔ギトギトなんで、だいぶひどいな。はい。ちょっと顔洗ってきて、メインの方に移りたいなと思います。では。そんな変わらんな。ナマズみたい。で、顔洗ってきてから、もうちょっと何も今つけてない状態で我慢ならないので、今回もルルンちゃんの顔パックをつけていきたいと思います。もう朝起きて顔洗ってからもうすぐ、化粧水、塗ったりするんですけど、オフの日とか、あとはオフの前の日もそうですね、は、一応ね、顔パックはするようにしまして、で、テンション高い時、モチベーションが上がってる時とかは、ほぼ毎日やったりとか、ちょっとばらつきはあるんですけど、最高。最高。いいね、いいね。なんかね、髭とか生やしてる方はね、ここの下がつきにくいから、こう、一個折り曲げれば、ぴったりくっつく時もあるんですけど。よいしょ。OK。で、朝の顔パックは、特にその早朝、その乾燥度が一番高いから、吸収率はすごい上がってるんですけど、でも逆に吸収しすぎると、水分が、その逆効果で抜けてしまうことがあるので、よくね、顔パック10分15分されてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、結構これはもう個人差あって、自分の場合は朝はだいたい5分。夜は長くて8から10分ぐらい。なんかこう、感覚でやっていくとわかるんですけど、浸透した後、ちょっとこうひんやりと冷たさみたいなのが出てくるんですよ。で、その時って水分がこう逆に失われている状態。吸収しすぎて水分がなくなってしまう。カッサカサの状態で逆に肌を傷みやすいと言われるから、自分はその感覚では、朝は5分。で、夜は8から9分とかいうぐらいですかね。あんまり長くはやらないです。でも結構その韓国のそのコスメとかでは、顔パックとかでは、15分とか20分かけてじっくり浸透させるものとかもあるので、なのでそれは、ちゃんとこう説明書読んだりとか、レビューとか読んで、試してもらってもいいのかなとは思いますね。いい感じの肌触り。OK。じゃあ続いて導入美容液いきます。前回の動画でも出したカネボウさんの、フュージョニングソリューションというのを使ってます。美容液ってね、本当はこう化粧水とか塗った後に、つけるものが多いんですけど、これは導入美容液ということで、化粧水を入れる前に、今回ちょっと顔パックを先にして浸透力を上げて、で美容液をちょっと塗っていきたいなと思います。別に先に導入美容液とかを塗ってから顔パックするのも全然ありだと思うんで、導入美容液とか使われてる方はそれはお好みでいいとは思うんですけど、よいしょ。
て、近況報告っていうのも、大したことではないんですけど、ちょっと動画を、上げれてなかったっていうよりかは、動画の撮影を、ほとんどストップしてしまってまして、で、その理由としては、仕事ですね。はい。ありがたいことに忙しくはさせてはいただいてるんですけど、ちょっと、あまり自分で言うのも失礼なんですけど、ちょっと忙しすぎたっていうのもあったりとか、もう朝5時、6時起きで、もうフルで働いて、みたいな感じで、はい。ちょっと人が少ないっていうのもあったりして、それは致し方ないんですけども、ちょっと、毎日それが続いてたっていうのもあって、結構睡眠時間もあんまり取れてなかったかな、みたいな。筋トレは無理くり仕事の合間抜けて行ったりとかはしてたんですけど、その分食事を取る量とかも結構増えてしまって、多分ストレス食いみたいなんで、あんまり皆さんから見えてないですけど、下のお腹とかは結構今やばい状態で、Vlog 撮れる体型じゃないなみたいな。もともとね、お見せできるような体型ではないんですけども、さらにちょっと今ひどくなってるかなみたいな。でもVlog はいくつか撮ってはいたんですけど、ちょっとその編集が全然できてなかったみたいな感じで、撮影もストップして、で、編集もちょっとストップしてたみたいな感じですね。自分自身は体調は全然問題ないんですけど、ただ、ちょっと一段落できる時間があって、で、友人にサウナ誘っていただいて、ちょっと地元大阪の話になっちゃうんですけど、心斎橋の方にデッセっていうサウナがございまして、ぜひね、観光とかで来られたら一回行ってみてください。本当にね、もう一言、よかった。もう最高です。はい。デッセっていうサウナです。心斎橋商店街っていう大きな、商店街があるんですけど、そこにポツンとデッセっていうサウナがございまして、人通りも多いんで、こんなところにサウナあるんだっていうので、ちょっと不思議だったんですけど、入ったら、店内はもう一言おしゃれで、ちゃんとセキュリティもできてるし、支払い会計とかもスムーズで、海外のお客さんとか来られてもスムーズに利用できますよっていうので、男性、女性どちらも利用できたりとか、あとは日によってメンズデーとかあったりするので、男性が全館使用できる状態とか。で、そのサウナの種類も何個ぐらいやったんやかな。7、8個ぐらいありまして、自分に合った温度とか、水風呂もたくさん種類があるので、本当にね、自分好みのサウナ選びができるかなっていうのとか。で、久々にサウナに行って、ほんで、もう、6、7回ぐらい整って、もうすんごいリフレッシュできて、で、その日の睡眠も結構取れたんですよね。もう帰ってすぐ寝てみたいな状態で。10時間ぐらい寝れたんかな。で、翌日起きたら、ここと、この目の下で、この上、見えますかね？ちょっと今収まってるんですけど、もうでっかい吹き出物ができて、一気にもう疲れが出たんやなっていうので、体は正直だなっていう感じで、ちょっと無理しないようにね、していきたいんですけど、で、本当はね、7月中に東京とかにも遊びに行きたかったんですけど、どうしてもちょっとこの稼働状況を見てると厳しいかなっていうのもあったので、行けたら8月末までには、はい、ちょっと上京して、結構このチャンネルを始めてから、いろんな方につながりを持っていただいて、でもほとんどの方がやっぱ東京にお住まいの方だったんで、お礼兼ねがね、挨拶したいなとは思ってまして、1週間ぐらい滞在できたらいいけど、無理かな。長くて3泊4日したいかなっていうところと、で、あとは別でちょっと小旅行みたいなのも行こうかなと思ってまして、8月は、がっつりお休み取れたらいいなっていう感覚です。でもインスタとか見てると、やっぱ皆さんバーベキューにしてもそうですけど、すごい楽しんでいらっしゃって、友達が少ない私としては結構目の保養にさせていただいてます。川とか行きたいですね。滝行とかもしてみたいんですけど、撮影できる機会があれば撮影して、皆さん、このチャンネルで配信したいなと思っております。だから結構その Vlog 系の動画とか、こういうところで撮りたいとかいうのがいくつか出てきてて、で、その編集とかを、自分の頭じゃ全然、コンテンツとしては生み出せないから、
他の Vlog 系のチャンネルを運営されてる方の動画とかを見て勉強したりするんですけど、やっぱね、結構皆さんそのチャンネル名にこだわりを持ってるなっていうのもあって、なんとかさんの Vlog で、その名前 Vlog みたいな感じでこう合わせてる。最近見たのは、元 e ガールズのアミちゃんが運営している、ドリームアミっていうチャンネルがあるんですけど、そこの Vlog の名前が、アミさんと Vlog 合わせたアミログとかっていうので、こういう名前いいな、みたいな。ちょっとこだわりを持った Vlog の、名前つけるのもいいかなと思って。でも、バルちゃんの Vlog ってなったら、バルログになっちゃうと思うんで、ちょっとそれはそれで、なんかいろんなところからお叱りを受けそうなんで、ご覧いただいている視聴者の皆さんが良さげな、なんかこう、バルちゃん Vlog を掛け合わせた名前とか、別にバルちゃんって使わなくても、変態 Vlog とか、そんなんでも全然構いませんので、なんか案があったら、欲しいなとは思ってますね。そんな感じで、近況と、最近のプチ悩みみたいなところになってます。そうや、乳液忘れてた。本当は別で化粧水を入れようかな思ったんですけど、この後バーベキューなんで大量に汗をかくから、出る前にちょっと日焼け止め塗って、補填しようかなと思ってます。自分ものすごい汗っかきなんで、もうすぐ化粧水とか落ちたりして、もうギットギトになるんで、常に外用のアベンヌとかを携帯はしてるんですけど、結構私夏が天敵で、化粧水を選びとかもね、難航するんですけど、よいしょ。で、ちょっと髪のケアということで、オージャーさんのヘアトリートメント使っていきます。だいたい髪の毛にこう、全面に塗った後にドライヤーをして、で、その後ワックスをして、今日はどうしようかな。ジェルとかで軽く固めようかなと思います。ちょっとね、喋ってたら小腹が空いちゃったんで、ファミマで買ってきたミックスフルーツ、先に食させてください。で、ちょっと食べながらで申し訳ないんですけども、次の話が、前回6月22日に、東京ネイバーズチャンネル様の方で、月に1回の、マンスリーライブの方で、ゲスト出演させていただきまして、はい、監督様はじめ、ご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。で、結構ライブ以降、反響もいただきまして、ありがたいことに私のチャンネルの方で登録していただいた方もいらっしゃったりとか、で、あとはね、DM くださって、いろいろいじり倒していただいたりとかっていうのでね、ほんと感謝で、いっぱいでございます。で、まずその、ライブの感想っていうのは、一言で言うと、もうとにかく楽しかったです。もともと緊張しいではないんですけど、本当に初っ端から、緊張もなく、リラックスした状態で、楽しめたなとは思います。で、やっぱ監督様の進行とか、あと、ファシリテーション力がもうズバ抜けて高いので、こっちはもう、本当に答えるだけみたいな。で、かつ視聴者の皆さんのコメントとかで結構盛り上げてくださったんで、すごい楽しませていただきました。本当にありがとうございます。自分が喋ってる時とかもコメントをわーって変えてね、くださった方も言っていたので、あれコメントって見返せないんですよね、ライブ中ってね。だからコメント読みとかも、コメント読みとかの厳選も結構監督さんは大変だったとは思うんですけど、いや、でもあれ見返せたらね、それそれで一つのモチベーションになるんでね、見返せる機能とかもね、つけてほしいんですけど、トーネバチャンネルのファンの方とやっぱ交流できるいい機会だったんで、なんかやっぱりコメントを通じて少しでも距離が縮まればなとは思ったんですけども、でも本当、視聴者の皆さんも、温かい方で、はい、すごい励みになりましたし、活力にもなりましたね。もう感謝でいっぱいです。で、何よりやっぱ監督さんの、繰り返すようですけど、やっぱ進行とか、受け答えのそのファシリテーションとかが、やっぱ結構強みに出てるっていうので、自分がライブやるなってなったら、もうあんな素晴らしい進行と、
時に変態性を交えた、トーク、ああいうのはこう織り交ぜることはできないなと思ってまして、でも非常に勉強になったというか、自分はどっちか言うと、こういうフリートークもそうなんですけど、事前にこうシナリオをがっちり固めるタイプで、ゲットレディーで、寝起きでぼーっとしてたんですけど、やっぱり一応前日にはどういう話をするかっていうのをシナリオにこう原稿に上げて、で、いくつかこう頭の中でシミュレーションや声に出して喋ったりとかして本番に挑むタイプなので、ドラクエとか FF とかでもそういった RPG で結構がっつりレベルを上げて、で、装備とかももう最強武器を揃えて、でめちゃめちゃ強いラスボスも楽勝で倒す、事前にがっつり固めちゃいたいタイプなんで、だからああいうアドリブ力っていうのも自分にはないので、すごいこうやってて勉強にはなったなっていうのと、でもじゃあいざ自分もライブやろうってなった時には、近いうちにはやろうとは思ってるんですけど、多分ね、こういろいろ固めていっちゃうから、当日はなんか喋れなくなったりするかなっていうのはなんか予想してるので、でもこうしていただける方がいたら、そのコメントとかの読み上げでこう助けを求めるかもしれないんですけども、でも後々は全然オフィシャルではないんですけども、逆にこう監督さん側が私みたいな変態チャンネルにこうちょっとゲスト出演していただければいいなっていうのは考えてまして、ちょっとこの動画でご本人に届いてれば嬉しいなとは思うんですけども、でも私のこのバルちゃんチャンネルの登録者1万人近くの方は、もう皆さんトーネバチャンネルは登録されてるはずでしょうから、はい。もしゲストでお迎えするってことがあれば、私みたいなお物は、違和感なく、ご視聴いただけるかなと思います。かっこいいですよね、監督さんね。まさにこう、イケオジって感じで、私の理想の、こう、イケオジに入ってるって言ったら怒られると思うんですけど、なので、失礼のないように、今後もお付き合いできればなとは思ってます。はい。でちょっとワックスつけて髪整えます。でもライブのトークテーマにあった途中ガンダムの話をしていただいた時とかも、自分その世代的にはガンダムシードが大好きで、もともとね、ウィングガンダムとか、あとは G ガンダムで、ターン A ガンダム、ヒゲがついてる。いずれも年齢的にちっちゃかったんで、シナリオがやっぱ入ってこないっていうのがあって。で、中学校3年の時とかに、ガンダムシードとかを見て、で、思春期でもあるので、ゴリゴリね、ロマンス系でもあるから、すごいこう、のめり込めれたし、で、かつ、これまでね、ガンダムって結構こう、重厚感を出してる演出とかも多かったんですけど、どっちかというとシードはスタイリッシュな、ビジュアル志向みたいな感じのところもあって、暑苦しくもあるけど、結構女性受けも、取れるような作り方をされてたんで、本当に老若男女、愛されるような作品だなとは思いましたね。でもやっぱ改めてにわかだなと思ったのは、ライブ以降、もう一度こうアニメを一から見直してて、自分分かってるつもりが全然分かってないっていうのが結構あったので、もうちょっと勉強してから語るべきだったなっていうので、はい、すごく反省してます。適当につけたけど大丈夫かなこれ。あんま変わってないかな。いいや。で、ライブの後に、DM をこう何件かいただくことがあって、で、その中で多かったのが、まるちゃんもうすぐ誕生日だったんですねって。で、なんか欲しいものありますかみたいな。結構 DM をいただいて、で、全部お断りはしてたんですけども、多分自分のチャンネルで1万人突破の質問コーナーの時に、その6月25日に誕生日やいうことを言って、で、そのライブ自体が6月22日だったんで、多分それを知って、ね、お祝いをしてくれはった方もいてたんで、本当にね、そういったメッセージいただけて嬉しかったんですけど、でも自分、どっちかというとあんまりこう、誕生日とかも何欲しいって言われても何もいらんっていうタイプなんで、でももらえて嬉しいなって思うものは、米とかですかね。はい。ちょっと闇の部分になっちゃうんですけども、自分こう誕生日をカウントダウンしている人とかアイドルとかいるじゃないですか。私の誕生日まであと3日とかいう人、
なんかこう冷めちゃうタイプで、それを見ると、なんか自分の誕生日をこう、公にするようなことって、逆に失礼じゃないかなって思っちゃうタイプで。ほんで、誕生日終えて、X とかに、こんだけの人に祝ってもらいましたとか言って、プレゼントの写真ブワーってこう載せる人とか見ると、あ、おめでたい方ですねっていう感じになっちゃうんで、まあまあ、それは見てる分はね、楽しいんですけど、自分はこうなりたくないなって思う方です。まあもうね、37のおっさんなんでね。はい、ということで、もうどうでもいい話でしたけども、じゃあもうちょっと着替えて出かける準備したいと思います。バーベキュー行くんでね、ちょっとしろはと思ったんですけど、服がないんで、ということで、これからバーベキューに行って、たらふくお肉食べたいなと思います。それでは、本日の動画は以上です。バイバーイ。